ミネの 10% オフキャンペーンで買ってきたものを紹介します。ルミネの 10% オフは四半期に1回、年4回か5回やってると思うんですけど、5月に海外旅行に行くんですけど、その時に使いたいなって思ってるアイテムなどを含めた日用品系も購入しました。まずは AC のストラップ。海外旅行はスリなどが心配なので、ちゃんとスマホストラップをつけていこうと思ってて、いろいろ探した結果、ちゃんとコーディネートのアクセントにもなりそうなスマホストラップを購入しました。これ色はいっぱいあって、でも私は今多分オレンジがすごい好きみたいで、真っ先にこれが目に入ったのでこれを買ってきました。旅行も兼ねたアイテムとして買ってきたのがスニーカーです。サロモンの X アドベンチャー GTXW。 サロモン一足持っとくと楽でいいよっていうことを聞いて、で海外旅行で履くっていうことを考えると、軽いこととゴアテックス、雨に濡れても心配ないゴアテックスであることは結構重要なポイントだったので、その2つを念頭にめっちゃ探しました。いろんなスポーツショップ行ったりとかで、最終的にこれがいいぞってなってルミネの 10% オフで購入しました。これフィット感すごいんだよな。続いてスノーピークのリュックを購入しました。背中側にロゴが入ってるかな。パソコンが入るリュックをずっと探してて、この MacBook Pro に去年か買い替えたんですけど、もうこれがとんでもなく重くなっちゃって、スペックを積んだら自分が持ってるリュックに入らない大きさだったんですよ。あと入ったとしてもリュックの肩紐が細いやつしか持ってなくて、結構ずっと背負ってたら肩に食い込んじゃって痛くて、トートバッグももちろんこう肩掛けだとちょっと1日はしんどくて、で自転車に乗る機会も増えたので、肩の部分がちゃんとしてるリュックをずっと探してて、もう本当にずっと探しててやっと出会えたんですけど、この MacBook Pro が入るんですよ。しかも、形が崩れないんですよね。だからちゃんとこの背中の背当てっていうのかな、背中、ここの形にすっぽり収まるので、第一条件をクリアした時点で結構嬉しいってなったんですけど、意外とないんですよね、こういう入るリュックが。でこれは全部が止水ジッパーなんですよ。なので雨が降っても安心という、多分ずっとそりゃ濡れ続けたら浸水濡れちゃうと思うんですけど、その出先で急に雨が降ってきたりとかしても安心っていう、これな魅力がいっぱいあって、この横からも一応出し入れできるんですよね。上のポケットがこうあって、中はパソコンを入れられる場所と別にファスナー付きの内ポケットがあるので、収納力もちゃんとあって、で外側にもポケットがあるので、私はよく水を入れたりしてるんですけど、本当に軽いんですよ。これもいろんなスポーツメーカーとかいろんなお店に行っていろんなリュックを見て背負ったりしたんですけど、私調べだとだいぶ軽い。これは嬉しいです。これでちょっと解放されるかもしれない、肩こりから。
とはもう生活に必要かと言われたらそうじゃないか。新宿のルミネだとニューマンがあって、そこにブルーボトルが入ってるので、大好きなブルーボトルのリーズバレーのお豆をまとめ買いしました。もうすぐ飲み終わっちゃうので全然賞味期限大丈夫なんで。であとは無印で購入したもので、これは視聴者さんに私がお菓子ばっかり食べてるんでおすすめのお菓子を教えていただいたんですけど、無印のキャラメルポップコーンが美味しいですよっていうことで一回食べたら、もうほんとこれ美味しくてめっちゃ食べてる。大好きです。ありがとうございます。で私が使ってる体を洗う用のスポンジをまとめ買いしましたと、あとはこれ旅行用に持ってくこれのミニ版でケース付きのものを買いました。私がいつも使っているキッチンスポンジ、コロコロの詰め替えと、これは彼の洗顔とか化粧水とか、あとこれ新しいネイルを買いました。ネイルズインク結構好きで乾くのが早いっていうのと剥がれづらい、私の中では剥がれづらいかなっていう、こういう安いタイミングで買いました。ジェルエフェクトシリーズっていうのが店員さん曰くちょっとぷっくりする仕上がりっていうことでした。このシリーズは初めて買ったんですけど、ちょっとくすみ感じっぽい感じかな。ちょっと暗い色も欲しくなってたので購入しました。なんだっけそれ、君か。めっちゃ嬉しい。今もうすぐ11時になるんですけど、今日は朝9時前からお出かけして、ずっと欲しかった2つのものをやっと手にすることができたので、それをちょっとご紹介します。まず1つ目が坂本雄二さんのファーストキス。これは映画ファーストキスのノベライズ本になるんですけど、映画を見てその映画がとても良かったので、このノベライズ本、これノベライズ本で合ってるかな、これ本当にどこの書店にも置いてなくて、その売り切れてしまってて、もう何軒5軒ぐらい回ったと思うんですけどなくて、重版がかかるっていうことだったので、その重版に合わせてこれをやっとゲットできました。もう本当に結構どこも売り切れみたいで人気のようですね。ごめんなさい、シナリオ完全収録だ。シナリオブックです。第3版発行ってなってる。もう3回刷られてるんだ。坂本雄二さんの作品は本当有名なものが多いと思うんですけど、どれもいいですよね。やっぱりセリフがもう坂本雄二さん節というか、心にグッとくるっていうか、ぐさっとくるようなセリフがすごく多いですね。やっぱりパンチが物語としては、二度と会うはずのなかった亡き夫、15年前のあなたに恋をする、過去に戻り再び愛を選び直す、時を超え運命を変えるかもしれない再会ということなんですけど、これ映画館で見て本当にめっちゃ泣いて、ちょっと本当一人で見てたら声出そうなぐらい泣いちゃったんですけど、感動の一言で片付けられないんですけども、中は映画のカットかな、映画の写真で、もうここからシナリオブックなんで、役名と
セリフ、あとと書きっていうんですか、ちょっと脚本の構成は詳しくないんですけどが書かれています。めっちゃ読むの楽しみだな。でもう一つがナインストーリーズさんのブックポーチ。私ずっとブックポーチ、ブックケースを探してて、でナインストーリーズさんをインスタで見つけてから欲しいと思って、もうすごい人気で、いつもすぐポップアップやっても売り切れちゃうんですよ。なのでもう結構タイミングというか買えないことが多くて、今回代官山蔦屋書店でポップアップされるっていうことで、今回は絶対ゲットするぞと思って意気込んで朝9時のオープンと同時に行ってやっとゲットできました。なんか本を読んでる時に別売りのブックカバーはあんまりつけたくなくて、なんて言うんだろうな、なんか本ってその物語とか書かれていることがまあその方の伝えたい一番のところであるとは思うんですけど、表紙とかこのカバーを外した中の部分とかもおそらくこだわって作ってらっしゃると思うんで、なんかこれは見える状態で読んでおきたいという変なこだわりがありまして、今まではずっとこのついてるカバーが汚れたくなくてこれ外してこういう状態で読んでたりしたんですけど、最近は気分によってこのカバーつけたまま読んだりとかしていて、その方が気分が上がる。なのでその別売りのブックカバーはつけたくないなと思ってて、でブックポーチをずっと探してたんですよね。やっぱりめっちゃ可愛いです。ここが開いて、この中に本を入れるんですけど、いいサイズ感だ。こういう感じです。めっちゃサイズいいな、可愛いし、素晴らしいです。
だったじゃん。いただきいただきます。ドレッシングいる？いや上品春菊本当だね。生姜すごくない？でもうまい。